皆さんこんにちは。フィリピントラベラーのメグです。今日は私がマニラに初めて行った時の印象と、それからストリートキッズについてお話をしていきたいと思います。今コロナ禍でもっと増えてきているとは思うんですけれど、マニラだけでもストリートキッズの数は3万人と言われています。もう行かれている方はわかると思うんですけども、そこら中にストリートキッズやストリートファミリーたくさんいますよね。ただ一言でストリートキッズと言っても、いろんな状況でストリートにいなきゃいけない子どもたちもたくさんいます。家族が崩壊してしまっていたり、家族のために働かなきゃいけなかったり、親に捨てられてしまったり、家族で住んでいたり、いろんな理由があります。でもその背景っていうのはやっぱり貧困になります。お金がないからそういう状況になっているわけです。政府の機関やいろんな NGO が支援をしているわけなんですけれども、それでも家族単位でしか把握できなかったり、同じところにずっといるわけではないので移動していったりして把握が難しかったり、支援も難しいという状況にあるみたいです。子どもたちが施設に入って学校とかちゃんとご飯も与えられる環境になったとしても、仲間からの圧力だったり、自分から自由を求めて施設から出てしまう子どもたちも本当にたくさんいるみたいです。私はマニラを旅をしながらストリートキッズとよく話したり、ちょっと一緒に座って時間を過ごしたりするんですけれど、その時にほとんどの子どもたちが言うのは、学校に通いたい、勉強したいっていうことなんです。勉強したいし学校に行きたいっていう気持ちがあったとしても行けない状況にあります。私も最初は学校はただのところがあるのになんで行かないんだろうっていうふうに思ってたんですけれど、政府が無料にしているのは学費の免除だけなので、教科書代や文房具代、それからプロジェクトとかにもお金かかりますし、遠足だったり学費以外にもお金がたくさんかかる、プラス交通費だったりお昼代だったり、路上で生活をして仕事をしている子たちは職業訓練とかに行けない大人たちも同じ理由だと思うんですけど、稼ぎが単純にゼロになってしまう。でそういう状況でなかなか路上生活から抜け出せない、勉強もできないっていう状況にある人たちが多いです。もちろんその全てをクリアしたからといって学校に行き続けることができるのかどうかもわからないし、その子たちが路上にいながら学業をやっていけるのか、途中でやめてしまう可能性もあるんですけど、子どもたちの学びたいとか学校に行きたいっていう気持ちは私は本物だと思ってて、子どもたちってやっぱり愛されるべき存在だと思うんです。でも路上の子どもたちは大人たちとの健全な関係というか、ちゃんとした関係を築けてない子どもたちなので、大人に対しての信用も薄いですし、しつけとかも行き届いてなかったりもしますよね。マラテとかで見かける子どもたちは
結構はちゃめちゃだったりするので、でもそれもやっぱりちゃんと育ててもらってなかったり、しつけや学業に触れてなかったりするっていうことが原因だと思うので、私は今はボッチスラムのお手伝いをしてるんですけど、ゆくゆくは絶対ストリートキッズの役に立てたらなって思ってます。ただそんなに私にお金もないし、日本にいながら何ができるかっていうのが本当にわからない状況で、考え出したらなんか悲しくて、本当になんか無力だなってすごく思うんですけど、なんか何かできないかなってずっと考えてます。感情に流されてしまうタイプなので、ケソンシティでホームレスの人たちを支援してる家族がいるんですけど、そこにボランティアで行ってた時に大好きだった女の子がいたんですね。12歳くらいかな。その頃は読み書きの勉強とかにも来てて、私も絵本を一緒に読んだりとかしてたんですけど、急に来なくなってしまって、でそれをその団体の代表の方にどうして来なくなったのって聞いたら、この間薬をやってるのを見かけたから、もうあの子は多分戻ってこないよって言われて、本当に悲しくなって泣きそうになったんですけど、その時に感情に流されてたらフィリピンでボランティアはできないよっていう風に言われて、そういうことは本当にしょっちゅう起こることだから、そんなことでいちいち悲しんでても何も始まらない。とにかく自分がやるべきことをやるしかないんだよっていう風に教えられたので、思い出すようにしてるんですけど、もうフィリピンにも全然行けてないし、仲良くなった子たちとも全然会えてないし、もうストリートキッズの状態がどんな風になっているのかもわからないですけど、何か知恵があったら教えていただきたいし、情報があったら教えていただきたいし、ぜひぜひ力になってください。ちょっと暗い話になってしまったんですけど、これが私のフィリピンに行く原点でもありますし、これから旅をするたびにフィリピンの事情を聞いたり感じたりして勉強していって、それがいつか何かの形になればなと思ってます。形にしたいと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you!